皆様こんにちは、セリナです。先日メインチャンネルで現在限定発売中のイヴ・サンローランボーテオーラーワーズブラークッションとナーズやアルビオンの新作パウダーを比較しながらご紹介しましたが、こちらのアイテムを下地として使った時の感じが知りたいとリクエストいただきましたのでご紹介していきます。こちらのチャンネルではメイクアップアーティストとメイク講師、そしてラピス認定16タイプパーソナルカラーコスメアドバイザーとアナリストの資格を持つ私がパーソナルカラーを交えた新作デパコスのレビューや似合うアイテムの幅をさらに広げるパーソナルカラーを使いこなすメイク提案をしていきます。オーラーワーズブラークッションは液状からパウダーに変化するというユニークなアイテムで、塗りたてはみずみずしい液状ですが、時間が経つと肌表面がサラサラに仕上がるパウダーに変化するタイプのベースアイテムです。ファンデーションの上にベースパウダーとしてのせるのはもちろん、ファンデーションの前に化粧下地として使うのもおすすめとのことなので、今回はこちらのアイテムを下地に使って上からサンローランの人気クッションラディアントタッチグローパクトを重ねた時の質感や仕上がりについて、そして4時間後のマスク崩れについてもご紹介していきます。限定クッションの下地使いとパウダー使いの違いも合わせてご紹介していきますので、少しでも参考になれば嬉しいです。こちらのアイテムの詳しい使い方や詳細についてはメインチャンネルでご紹介しておりますので、気になった方はぜひチャンネル登録して動画もチェックしていただけたら嬉しいです。それでは早速始めていきます。では限定のクッションパウダーを下地使いしてみたいと思います。まずはこちら側半分に下地として塗ってみます。パウダーとして使う時と同じようにパフにしっかり取って顔全体に軽くタップするようになじませていきます。塗りたてはかなりみずみずしい液状なので、水分たっぷりの軽やかな化粧水を塗っているような感覚で使えます。ただ表面のパサつきが気になる時にも安心して塗りやすい質感なのと、やはりクッションタイプなので、下地の時点で肌に均一にのせることができるところもポイントかなと思います。はい、こちら側半分に限定クッションパウダーを下地使いしてみました。ファンデーションの上に重ねてパウダーとして使う時よりも下地使いの方がツヤが落ち着いてセミマット肌に変化するスピードが速いなと感じました。下地なしの方と比較をすると無色透明タイプなので色ムラの補正効果はないですが、毛穴や凹凸がフラットに整っているからかファンデーションなしでも均一な肌に見せてくれます。近くで見るとこんな感じの違いです。クッションパウダーを塗った方はスキンケアのツヤも抑えられていて、スッキリしたマット肌に仕上がっていて、毛穴や凹凸も綺麗に埋めるように補正してくれています。毛穴補正効果が高く、肌の凹凸が気にならないからか、赤みや色ムラも目立たない感じがしますよね。アップで見るとこんな感じです。そして肌表面を触った感じは、やはり時間を置くとパウダリーに変化するので、ベタつきを一切感じさせないさらりとしたツルツル肌に仕上がっています。ただ、下地として肌の上に直接塗ってもかさつく感じはしないので、乾燥が気になる肌タイプの方も夏場には安心して使いやすい質感なんじゃないかなと思いました。では反対側には同じイヴ・サンローランボーテの日焼け止め下地、ピュアショットエアリーライト UV50 を塗って、それぞれ異なる下地を塗った状態で同じファンデーションを重ねて仕上がりの違いを見ていきます。こちら側に塗ったピュアショットエアリーライト UV50 も無色透明タイプなので、色ムラの補正効果がないところは共通していますが、顔を動かすとこんな感じで自然なツヤも残っています。近くで見るとこんな感じの違いです。毛穴補正効果にかなり違いがありますよね。ではこの上にこちら。イヴ・サンローランボーテのラディアントタッチグローパクトを使っていきます。カラーは B25 です。まずはクッションパウダーの上に重ねていきます。こちらのファンデーションはみずみずしいツヤ感とミディアムカバレッジなところが特徴的ですが、クッションパウダーを下地に使うとこんな感じで、軽くのせただけでも毛穴レスなハイカバー肌に仕上がっているのがわかりやすいと思います。ツヤも自然に抑えられますね。では、ピュアショット UV の上にも重ねていきます。
ピュアショット UV はファンデーションのカバー力や質感に影響が出にくいタイプなので、このファンデーションの程よい透け感や内側から発光したようなツヤの感じがかなりわかりやすいと思います。はい、こちら側に限定のクッションパウダー、反対側にピュアショットの UV 下地を塗って、その上にラディアントタッチグローパクトを塗ると、それぞれこんな感じの違いです。このくらいの距離で見ても、それぞれのカバー力とツヤ感の違いがかなりわかりやすいと思います。限定のクッションパウダーを下地使いすると、ファンデーション自体のカバー力がかなり上がるのと、下地の時点で毛穴や凹凸がフラットになっているので、毛穴レスなハイカバー肌に仕上がります。そしてファンデーションのツヤも若干抑えられるので、パウダーを塗る前でも余分な油分感は抑えてくれますが、顔を動かすとほんのり内側から光るような絶妙な立体感は残してくれるので、ツヤツヤギラギラしすぎずに今っぽい質感の肌を作ってくれるなと思いました。反対にピュアショット UV はファンデーションの質感や仕上がりにほぼ影響が出ないタイプの下地なので、こんな感じでファンデーション本来のナチュラルさや発光したようなツヤツヤ感がしっかり出ているのがわかりやすいと思います。それぞれ近くで見るとこんな感じの違いです。どちらもすごく綺麗な仕上がりですが、やはり限定クッションパウダーを下地に使うとこんな感じの毛穴レスなハイカバー肌に仕上がります。毛穴や凹凸を一切感じさせないような滑らかでフラットな肌で、ファンデーションもしっかり密着するので、ナチュラルなファンデーションのカバー力を上げたいという時に下地使いするのもすごくいいんじゃないかなと思いました。アップで見るとこんな感じです。そして肌表面を触った感じも全然違くて、ピュアショットはファンデーション自体の質感がしっかり出ているので、パウダーを塗る前だとファンデーションの油分がしっかり出ているのに対して、クッションパウダーをベースにした方は、パウダーを塗る前ですが、ファンデーションの油分っぽさやベタつきが一切なくて、かなり快適な状態に整っています。フェイスパウダーの質感が苦手という方は、パウダーなしでクッションパウダーをベースに使うのもいいんじゃないかなと思いました。そして限定クッションパウダーを下地使いとパウダー使いした時の違いを比較するとこんな感じです。どちらも毛穴レスなセミマット肌に仕上がるというところは共通していますが、下地使いをした方がファンデーションのカバー力がより高まる印象。パウダー使いをするとファンデーションの上に一度液状のパウダーを塗ることで、ファンデーションとパウダーが馴染んで少しカバー力が落ち着くので、よりカバー力を上げたいという方は下地使いがおすすめ。カバー力を適度に抑えてナチュラルな仕上がりにしたいけれどしっかり毛穴カバーをしたいという方はパウダー使いがおすすめかなと思います。限定クッションパウダーは下地使いをしてもパウダー使いをしてもそれぞれ良さが楽しめて、改めてすごく優秀なアイテムだなと思いました。ではこの上にサンローランのオーラーワーズシリーズルースパウダーをブラシで軽く塗って、これから約4時間ほどマスクで過ごして崩れについても見ていきたいと思います。はい、あれから約4時間ほどマスクのまま過ごしました。崩れについて見ていきたいと思います。マスクの中の肌はこんな感じです。このくらいの距離で見るとどちらも綺麗に保っている感じはしますが、やはり限定クッションパウダーを下地に使った方は塗りたてのハイカバー感はもちろん、テカリが出てきていない感じもわかりやすいんじゃないかなと思います。近くで見るとこんな感じです。こちら側に使っているピュアショット UV も比較的崩れに強いタイプの下地なので、こんな感じで綺麗に保ってくれていますが、比較をすると限定クッションを下地に使った方が、よりファンデーションのカバー力をそのまま持続してくれている感じがして、時間が経つとファンデーションが薄まるのが気になるという方にもすごく使いやすいんじゃないかなと思いました。マスクをしていても小鼻の横や頬の広い範囲などにもテカリが出てきていなかったので、しっかり崩れ対策をしたい時にも使えそうです。アップで見るとこんな感じです。そして肌表面を触った感じは、やはり限定クッションパウダーを下地に使うと、小鼻の横も頬の広い範囲も塗りたての時のままのさらりとスベスベな肌を持続してくれます。
仕上がりの綺麗さはもちろんですが、この質感もお好みの方が多いんじゃないかなと思います。そして限定クッションパウダーを下地使いした時とパウダー使いをした時の4時間後のマスク崩れを比較するとこんな感じの違いです。どちらもテカリや皮脂にかなり強いところは共通していて、よりファンデーションのカバー力を持続させたい時は下地使いがおすすめ。毛穴レス感を持続させたい時はパウダー使いがおすすめかなと思いました。はい、ではこんな感じで現在限定発売中のイヴ・サンローラン・ポッテオーラワーズブラークッションを下地使いした時の仕上がりや崩れについてご紹介していきました。下地使いをしても高い毛穴補正力と皮脂やテカリ対策、肌表面がサラサラに仕上がる感じはそのままに、ファンデーションのカバー力をアップさせてくれて、下地使い、パウダー使いでそれぞれの良さが出てくれるところがすごくいいなと思いました。公式オンラインブティックではまだ在庫があったので、気になった方はぜひチェックしてみてください。メイクについてのご質問やこの動画が見たいなどございましたら、お気軽にコメントやチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは最後までありがとうございました。